住まうことをこう楽しむっていうかね、それが日々のこう自分の支えみたいな感じにはなっていると思います。
大学に入ったんですけど、建築をしようかなっていうので、入った大学だったんですけど、勧めてくれた方がこの大学だったらなんかいろんなことできるよみたいな、あらかじめ教えてくださってたんですよね。絵を描いたりするの好きでしょみたいな感じで言われてて、で基本的なこう建築をしようかっていうので入った大学だったんですけど、入ったら入ったでなんかちょっとこう自分には合わないなと。建築が合わなかったので、これどうしようかなってなった時に、造形実習みたいなのがあったんですよね。でちょっと紙で立体作るとか、石膏を彫ってなんか造形物作るとか、そういうのと建築インテリア系のことがこう並行にこう行われていった大学だったんですけど、それで私はどちらかというとこっちの方やなっていうふうに感覚的に思っていて、3回生になった時に、建築インテリアとかシビックデザインとか、クラフトデザインとか、あるんですけど、そっちのクラフトデザインの中に陶芸っていうコースがあったんですよ。でそっちに進んだのがきっかけです。実習でこうデモンストレーションを見せてくれたんですよ。ろくろを回すね。あれにちょっとした衝撃を覚えましたね。なんかぐる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 ね、こう土が回って器ができていく様っていうのを見た時にちょっと衝撃を覚えたのはすごく覚えてますね。1回生の時、そこに私は多分食いついたんでしょうね。はい、こういう世界があるんだと。ずっと鳴かず飛ばずできたので、子供が5歳ぐらいになった時に器屋さんの方から一回外に出てみたらみたいなことを言われたんですよね。それはこう陶器市だったりクラフトフェアだったりで、一回じゃあ出てみようと思って、2年間ぐらいだけだったんですけど、ちょうど子供が5歳でちょっと置いていけるみたいな状況だったので、京都の五条坂とか、それこそ静岡のクラフトフェアとか、千葉の庭の輪とか、その辺に出てあっという間に忙しくなったので、そこからもうずっと今に至る制作ばっかりになっちゃったって感じですね。もう追いつかなくなっちゃったので、仕事が忙しくなったので、その2年間はありがたかったなと思います。一番最初がもう五条坂の陶器市だったんですよ。で真夏の五条坂の通りで、ほんまにこんなとこで店出して売れんのかなと思って、もう半信半疑っていうか、バーッとお客さんが来た時に、あれはバーって次々にこう買ってくださったのが、あれが一番の衝撃でしたね。陶器市ってこんな売れんねやと思って、でやっぱりそれで知ってくださった方とか、全然関西ローカルもローカルやったんですけど、なんかその辺ぐらいがなんか一番印象に残ってますね。私はどちらかというとコツコツ派なので、職人気質だと思うんですね。毎日コツコツと同じものを積み重ねていくとか、一つのことを集中してするとか、そういう風なことの方に向いてると思ってて、でそのコツコツがやがてやっぱ技術となって自分の身になり血となり骨となるので、そういうところは大事にしてます。継続は力なりっていうのはこう自分にこう落ちてくる言葉で、それはやっぱ信じてるんですよね。続けることでこう成し遂げれていくことっていうのは必ずあると思うので、続けることが大事なんかな。やっぱりどんだけいい時もあれば悪い時もあって、人間当たり前なんですけど、それでも続ける、コツコツと続けるのが、プロとしての気持ちの持ち方なんかなとは思ってますけどね。生活ですかね。自分の生活をきちんと整えることが私にとっては一番大きな支えで、下で仕事をする、で2階に上がったら、母になり妻になりで毎日料理をする。でその毎日料理をするっ
っていうのが私の中ではストレス発散になってるのかなって思うんですよ。基本的には毎日精米からして土鍋でご飯炊いてこうお味噌汁作って、もう基本あんま手抜かないんですよ。日々のご飯ね、朝と夜は、家族で食べる分は基本的に手抜いてないんですよ。で自分がなんか手抜いたご飯を食べさせることも自分が食べることもちょっと嫌なので、基本的にはきちんと作ってきちんとしたものを食べさせる。それがなんか自分の安心にもなるし満足にもなるし、それがこう生活のベースになってるんですよね。住まうことをこう楽しむっていうかね、それが日々のこう自分の支えみたいな感じにはなっていると思います。器って本当生活とすごく近いので、日々使うものなので生活の中から生まれると思ってて、私はね自分が使いたいから作ってるだけなんですけど、なんかそういうシンプルというか、ただ日々使いたいから作るだけなんですけど、それだけです。でも一番自分の器を使ってるかって言ったらやっぱ使ってないんですよ。B品が出た時ぐらいしか使えないので、なんか結構人の器買う方が私は好きです。なんか人の器ほどなんかいいなって日々思うので、自分の器見てちょっと情けなくなる時もありますよ。やっぱり無理してなんかそういうところを目指しても多分自分にはできないので、もう自分のできることでなんとかしようかっていうくらいですかね。はい。多分主人がやっぱり建築家なので、暮らしに対する、こだわりとか、家具を一つ置く場所とかでもこの線に合わせてとか、なんか結構細かいんですよ。なんかそういうのもやっぱ影響が大きいし、一緒に暮らすようになって余計に影響を受けた部分があって、お互いになんかこの家にはこれが合うとかこれは合わへんとかっていう暗黙の了解でちょっと分かってる部分がやっぱあるので、お互いにこういいものを置いていい空間で暮らそうよっていうスタイル、それはなんか細部にわたって食にしろ着るものにしろ全部に対してあるので、それやっぱり分かるんですよね。やっぱりこれはあかんやろうなとかこれはいいやろうなとか。でもそれが窮屈かって言われると別に窮屈ではないですよね。私はやっぱキッチンが好きなんですよね。なんかそのキッチンはねやっぱりこう主人もちょっと立ち入らない部分もあるので、キッチンは好きにしてて、やっぱりキッチンはなんか私の城かなと。何年か前にリフォームしてまた新しくはなっ
ってるんですけど、やっぱよりこう快適になったし、使いやすさも増したので快適に毎日過ごしてます。自分の好みって自分でやっぱり選んで育てていくんでしょうけど、やっぱ若い時にいろいろ見て回って自分の中に蒔いた種が今育っていってんのかなっていう感じはします。はい。でも続けるしかないんですよね。やっぱり落ちることもあって当たり前やし、いいお店に見つけてもらえることもあるし、本当に出会いってどこであるかちょっとわからないので、ただただやっぱり続けるのがやっぱ大事かなとは思います。だからそこはやっぱり自分を決してこう卑下しないで、前向きに続けることなのかなとは思いますけど、私の世代とかもっと上の世代とかは売り込んで見てもらって取り扱ってもらってとか、あかんかったらもう全然ね門前払いやし、そんな時もあったなって今ちょっと思い出しました。使えるものは使って、もうその SNS になってもうどんだけでもね、今その自分の制作風景流すとかいろんな手段はあるので、そういうのをもっと大いに活用したらいいと思うんですよね。見てくれる人は5万といるんで、そっちでいいんじゃないですかね。やっぱ自分を支えてくれるもので、陶芸っていう自分の世界を持てたっていうことにやっぱ感謝してますね。もちろん生活のね糧にもなるし、自分の精神的な支えにもなるので、ありがたいただありがたいな、出会えてありがたかったなと思ってます。出会ってなかったら多分してなかったと思うし、全然違う人生があったんだろうなとは思う時はたまにあります。だから陶芸やめたら何するかなとか、続けると思うんですけど、ちょっと違うこともやりたいなとかは思ったりしてます。自分のいいなと思うものを、これをもっと知ってほしいとか、この作家さんもっと知ってほしいとか、そういう発信をしたいなと思ってて、まだ世に出てないブランドだったり作家さんもねたくさんいらっしゃると思うので、そういうのをもっと紹介したいなとかは思いますね。広いんでできそうやなっていうのは常々思ってはいるんですけど、そういうことをちょっと思ってるって感じです。